不動産屋さんの階段です。真夜中に大きな音でびっくりして起きたという経験のある方、どれくらいいますか？さて、これは関西にお住まいの方で、仮に原田さんとしておきますが、その原田さんが今から10年ぐらい前に体験した奇妙な出来事です。原田さんは当時付き合っていた彼女さんと一緒に住むため、大阪の愛知でマンションを探していたそうです。そんな中、Mヒルズというマンションの部屋を事故物件でもないのに格安で見つけることができたそうです。その部屋は最上階の角部屋で、その広いベランダは南向きだったそうです。そのバルコニーからは近くの自衛隊の駐屯地が見えました。そしてバルコニー側に6畳の和室と洋室があり、玄関側に12畳もあるリビングダイニングがありました。こんな広い部屋にもかかわらず、家賃がなんとたったの6万円だったので、原田さんたちは即決で借りることにしたそうです。早速引っ越して新生活を2人で始めました。そして住み出して数週間ぐらい経った頃でした。それは真夜中の1時から3時ぐらいの間のことだったそうです。突然大きなサイレンが鳴り響いたそうです。それは工場で流れるようなうーうーという音でした。原田さんはびっくりして何事かと目が覚めてしまったそうです。でも隣の彼女さんはぐっすり寝ていました。特にマンションの他の住人も近隣の民家の誰も騒ぐことなく静かな夜中に戻っていたので、原田さんは気にせずまた眠ったそうです。ところがその後もそのサイレンの音はたびたび夜中の同じ時刻に鳴り響くことがあったそうです。それも夜中に飛び起きるくらいの音量でした。原田さんは最初、このエリアは何かと騒がしい町で、人々が寝ている時間でもお構いなしに早朝からだんじりの練習が行われるようなところだったので、自衛隊の駐屯地でも夜間の演習か何かがあるのだろうと思ったそうです。原田さんは他の住民が誰一人騒がないところを見て、引っ越したばかりで慣れないだけで他の人たちと同じようにそのうち慣れていくのだろうと思いました。現に彼女さんはサイレンの音に全く気がつかず爆睡していました。それにしても尋常ではないうるさい警報だったので、ある日近所に住む友人に聞いてみたそうです。原田さんが毎晩鳴る自衛隊のサイレンうるさすぎひんと聞くと、その友人は自衛隊の駐屯地は確かにあるけど、そんな夜中にサイレンなんか鳴らさんよというのでした。原田さんは自衛隊とは関係ないのかと思ったので、ほな近所に工場でもあるんと聞いたそうです。すると友人は怪げな顔をして、あるけどそんな夜中叩き起こすほどのサイレンを鳴らす工場なんかあらへんと当然の答えをしました。原田さんは一体何の音を夜中に聞いているのだろうと困惑したそうです。その後もサイレンの音はたびたび起こり、その度に真夜中に起こされました。今から思うと、それは戦争映画や年長者から聞いた戦時中の空襲警報のようだったそうです。まるで戦時中にタイムスリップして空襲警報を真夜中に聞かされているかのようでした。ところが奇妙なことはそれだけではなかったそうです。このマンションの原田さんの部屋の下の階の住人から苦情が来たのでした。それは夜中にドタバタ走り回る足音がうるさいというものでした。全く身に覚えのない原田さんたちはさらに困惑したそうです。そしてついに恐ろしいことが起きました。夜すでに彼女さんは寝ている時間だったので、かなり遅かったと思うそうです。原田さんは普通に横になっていたのですが、突然ストンと金縛りに遭いました。原田さん曰く、当時はよく金縛りに遭っていたので、いつものようにパもしくはタなどの破裂音を含む声を発して金縛りを解こうとしたそうです。ところがその夜はその声を発しても金縛りが解けなかったそうです。原田さんは相当焦りました。
自分に何が起きているのか、これから何が起きるのか、いつも見ないでやり過ごすので、その時も時間が経過するのをただ待っていたそうです。すると自分の首がぐいっぐいっと少しずつ締まっていくのを感じました。体を動かすことができないので抵抗することができません。そのうちどんどん首が締まっていき、まるで柔らかい布でゆっくりじわじわと締められていく感じだったそうで、原田さんはパニックになりました。当時横に寝ていた彼女さんとはよく喧嘩をしていたので、ひょっとして彼女さんの仕業かと思いました。そこで原田さんはそっと目を開けてみたそうです。すると原田さんの足元に半透明の見知らぬ女の顔だけが浮かんでいました。そして原田さんを見つめて薄笑いを浮かべていたそうです。あまりの恐怖に原田さんはそのまま気を失ってしまいました。こんな怪奇現象はこれだけでしたので、その後もしばらくは住んでいたとのことでした。結局原田さんたちがマンションを出ていくまで夜中のサイレンは正体不明のまま続いたんだそうです。後日談ですが、原田さんはあのマンション自体がいわくつきだったのではないかと思うそうです。なぜなら彼女さんも精神的に少しおかしくなっていき、原田さんもかなり鬱っぽくなって自殺願望も起きたそうで、また足音がうるさいと苦情を言った下の階の住人も精神的に病んでしまったんだそうです。ただ原田さんたちの体調はこのマンションを出て別の場所に移った後には回復したということでした。私はあのサイレンは本当に戦時中の空襲警報で、あのマンションの土地が持つ記憶だったのではないかと思いました。戦火に追われて亡くなった人々の怨念が残った土地だったのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。